皆さんこんばんは。お元気でお過ごしでしたか？6月6日、2週間ぶりのトークライブとなります。どのようにお過ごしでしたか？私は今ですね、最新中編映画、ゼロウエストプラスの制作の真っ最中でして、もうずっとこの生みの苦しみを味わってるんですけども、この1ヶ月間はね、特に大きなトラブルが起きてですね、それを解消するために、いろいろなことをチャレンジしてます。で、トラブルが起きるたびにね、私はいつも問題は解決を生む母であるって思ってるんです。問題が起きた時に、必ずそれを乗り越えた時に必ずですね、それは解決方法が身につくんですね。そんな思いでですね、今制作に取り組んでます。なんとかね、7月には完成できるように、今頑張ってます。もう少ししたら報告できますので、ぜひそれまで待っていただければと思います。それでですね、このゼロウェイストプラス、持続可能な暮らし。これを今制作してるんですけれども、私はね、この映画の制作がスタートして、特に今年に入ってからですね、毎日取り組んでることがあるんです。ゼロウエスト、ゴミを出さない。そういう生活に切り替えるために、毎日ですね、できる限り持ち歩いてます。はい。これはね、まずマイバッグですね。マイバッグっていうのは、例えばコンビニなんかスーパーなど行くと、今はね、ビニール袋、必ず言われるようになりました。ですがですね、どうしても使ってしまったりしますよね。で、ビニール袋なんかを、海なんかにそのまま放置しちゃったりするとですね、生分解するのに20年かかるんですよ。だから、大変な生態系のダメージを与えるので、やっぱりまずマイバッグ必要ですね。で、この中にマイボトル、そしてですね、マイカップ、マイ容器、そして今持ち歩いているのが、マイ箸ですね。マイストロー。あと、これは今日買ったんですけど、スプーンなんですけどね、フォークにもなる、ものです。これをね、今少しずつ毎日、使うようにしてます。でね、こういうのを使い始めると、あの、いろいろね、気づくことがあるんです。まずね、意識が変わっていきます。例えばですけども、マイボトルを持つようになって、結構ペットボトルって買ってきたなって思いました。で、ペットボトルっていうものを無意識に買っていくことで、あのボトルが海とかにね、投げ出されたりすると、生分解するのに400年かかるんです。で、実際にマイボトル持ち始めて、自分の好きな飲み物、水だったりですね、コーヒーだったり入れたりします。これがね、結構豊かな気持ちになりますね。そしてマイカップなんかもね、あの、実際にですね、コーヒー屋さんとかでですね、カップとか出されます。それを断って、これに入れてくださいっていう風に言って、飲むようにすると、自分だけの時間が楽しめるんですね。それで、実際にこのゼロウエストの生活っていうことをトライしてきて、気づいてきたことがあるんです。まず一つ目、節約がされていく。こういうものをね、使ってますから、まずはね、ペットボトル、思った以上にね、今まで使ってたなと思いました。で、それを買わなくなるので、お金を使わなくなっていく、節約になっていく。もちろんこのマイカップなんかもそうです。マイ容器なんかもそうですね。こういうものを使うことで、無意識に使ってたものが使わなくなっていく。で、買う段階で意識が変わってくるんですよ。これを買ったら地球に負荷をかけるんじゃないかっていう意識になってくるので、買うものが選ばれてくるんです。それで気づいてきたのが、健康になるということなんです。
取るものとか買うものを、ケミカルなものとかを選ばなくなってきます。で、選ばなくなったことで起きてくるのが、取り入れるもの、身につけるものも、だん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 、そういうものを選ばなくなってくるので、健康に近づいてく。あ、そういうことも起きてくるんだなって気づきました。そしてね、最後に思ったのがね、豊かな気持ちになるんですよ。なんかね、あの、今までね、やっぱりこう、時間を、少しでもかけないようにってことで買ったりしてたんですよね。でも、こうやって、買うのを、買う段階でね、環境に負荷をかけないものを選ばないっていう風になってくると、その分時間に余裕を持って行動していくことが起きてきます。で、時間に余裕を持ってくると、豊かな気持ちになってくるんですね。で、思ったのは、足りない足りない。そして買わなくちゃ買わなくちゃって、だん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 心って貧しくなっていくんだなっていうふうに思いました。ぜひですね、このゼロウェイスト、皆さんもトライできるように、そしてですね、この映画が出た時に、私は恩送りコミュニティ中心にやっていきたいことがあります。それは、ゴミをなくしていくことをみんなでやっていきたいって考えてます。映画が完成したらですね、ぜひ、見ていただければと思ってます。なんとか7月中に完成できるように頑張ってます。はい。そして今日皆様にお伝えしたい映画がこちらになります。脳のあり方、循環型農業へ。この映画の主人公でいらっしゃいます、三重県のときめき農場の池添雄一さん。池添さんはですね、自然農をやられています。で、池添さんはですね、農業を引き算で考えていったんです。引き算ってどういうことか。まずですね、農薬。これいらないなって引いていったわけです。で、農薬をやめることで起きてくることを逆に生かしていくようにしていきました。そして次にやったのが除草剤。これもいらないなって。むしろ生き物たちを、他の生き物たちを生かすような育て方をしていけばいいんじゃないか。さらに、不幸期。耕さない。耕さない。で、耕さない方がよっぽど自然は豊かになっていく。さらにですね、なんと池添さん、種も自分で採取するようになりました。種を守っていく。そして、水もあげなくなったんです。水ですよ。で、最終的に、声かけだけで作物を育ててらっしゃる。声かけ。声をかけていく。で、私はまずこの池添さんのね、ときめき農場に行ってですね、びっくりしたんです。田んぼ、畑。これらがですね、私がよく見るね、田んぼの光景ありますよね。綺麗に整然とこう並んでいくような。ああ、じゃないんです。もう沼地にですね、稲なのか何なのかわからないものが一斉に開いてますので、何しろね、エネルギーが高い。エネルギーが高いだけじゃなくて、稲の他も全部生かされてるので、なんか知らないけどですね、力が湧いてくるんですね。田んぼに行くだけで。さらに畑。畑っていうと、こうね、ブロッコリーだったり、レタスだったり、そういうものがこう整然と並んでる印象があるじゃないですか。池添さんの畑は違います。もうね、草原です。もう生き物たちがいろいろ豊かに育ってるので、あの、全部パラマキって言ってですね、種をばらまいていきます。だからどこからでもいろんな作物が生えてます。で、いろんな作物がお互い助け合う形になっていくので、まさにね、そこでね、見事な循環が起きるんです。で、私池添さんのその畑に行った時ですね、まずびっくりするのはエネルギーが高い。気持ちいいんですよ。畑に入るだけで。で、入ってって土がふわふわです。弾力があるんですね。でね、こうやってね、
入っていくとね、「あ、それ踏まないで、バジルです」とか言うんですね。で、要はですね、雑草にしか見えないものも全部作物なんです。すべての命が生かされてる。作物たちだけじゃありません。生き物たちも生かされてます。モグラ。ねえ、モグラっていうと害虫として駆除される対象になります。でも池添さんは、モグラは自然のトラクターだっていうことで、彼らの潜る力、そして土を耕す力っていうのは大変力強いものがある。彼らが掘る道筋を作ってあげる。守ってあげる。さらにですね、カラス。カラスは見守り役、見守る役割があるということで、カラスに餌をあげて、そして見守ってあげるように伝えるんですね。いやー、びっくりしました。すべての命に意味がある。役割がある。そしてすべての命がお互いの役割を果たし出したときに、危機的状況が起きたときに力強くなってきます。天候不順の時にも。乗り越えられる。力強い作物が生まれる。で、実際に池添さんのとこで育った作物でお食事をいただいたんですね。これがびっくりしました。ご飯なんかもですね、自家採取ですから、そしてしかも古代米。古くから日本にある多種多様な種で、パラマキでやっていますから、ご飯がですね、食べたそばから、いろんな味わいが広がるんですよ。で、食べながらですね、あ、これは新潟の雑穀ですか。あ、これ奈良ですか。あ、福島ですか。まるでですね、食べながら日本全国行脚です。もう旅ですよ。食事を通しながら、まさにジャーニーを体験できる。これは池添さんの畑ならではのものだって、自然農の力の凄さを体験しました。この池添さんのことを取材してできた映画、脳のあり方、循環型農業へ。こちらの映画、今、公開されています。YouTube にて、現在、この短編映画脳のあり方、循環型の農業へ公開中です。ぜひご覧いただいて、これからの脳のあり方、そして食のあり方を見つめ直していただければと思います。そしてですね、この短編映画脳のあり方の他にも、短編、中編、長編、合わせて30作品が現在公開されています。長編の7作品は現在、Vimeo にてウェブで公開されています。詳細は公式のホームページをご覧ください。で、これらの映画はですね、すべて地球蘇生プロジェクトっていうビジョンに沿って作ってきています。地球蘇生プロジェクト。この地球がどうすれば持続可能な方向になっていくのか。そのビジョン、各カテゴリーごとに分けて、映画化してきたものたちです。ですので、これらの映画を見ていただくと、これからどのような方向に向かえば、この地球が持続可能な方向になっていくのか、他の命と共生、共存、共栄できる世の中になっていくのか、それが描かれています。この映画たちをぜひご覧いただいて、ぜひともですね、今の私たちの食のあり方、生き方、考え方、そして仕事の変え方、あり方、それを気づくチャンスにしていただければと思います。そしてこの地球蘇生プロジェクト、いよいよ実行し始めてます。恩送りコミュニティ。これは地球蘇生プロジェクトの実行として、私が10年前に構想したものです。それが今ですね、オンラインサロンという形でスタートしています。で、この恩送りコミュニティ、今非常に盛り上がってきています。参加者の方々随時募集しています。
先日ですね、この大送りコミュニティの田植えに参加していました。で、私ね、田植えをしながら気づくんですね。一人じゃ生きていかれない。人間だけじゃ生きていかれないって。動物、植物、微生物、鉱物、空気、水。それらに生かされてるってことに気づかされました。そしてそのことに気づくと、自然と感謝の気持ちが溢れてきます。今、私たちは、その大事なことを思い出す時を迎えています。今の仕事の仕方が本当の意味で他の命を痛めることをしてないだろうか。今の生活のあり方が本当の意味でこの地球を破壊するようなことをしてないだろうか。今の考え方が本当の意味でこの地球が持続可能な方向のあり方になっているだろうか。そのことを今気づかされるチャンスが始まってます。そして気づいたらぜひ行動に移してみる。行動に移してきて気づくんです。それは飛躍のチャンスであったって。必ずその時が来ます。どんなことが起きても大丈夫です。すべてはきっとうまくいく。それでは皆様、ごきげんよう。祈りというのも一つの人間の心の動きの中で、祈りにはいろいろあると思いますけど、祈りでその治療効果が上がるっていう方向がたくさん出だしてるんですよ。飛び上がって喜んだのです。しかしこれはアホではないとできない。祈りが発見につながったのです。しかしもっともっとそういうことがあったっていうことに気がついたんですよ。それは4枚に書いてあったっていうことですよ。人間ではないんですよ。人間が暗号をかけるわけがない。そんなものが極微の空間に電子暗号をかけるわけがない。そうするとこれを書いた自然っていうのは私どものよく知ってる目に見えるとか測定可能な自然ではなくて、目に見えないけれども不思議な自然の働きがあるんではないかと思い出したんです。すごい世界がひょっとしたらあるな。でその世界を私はサムシングレートという言葉を使い出したんですよ。自分の娘に自分の国の建国のことを聞かれて、私は答えられなかった。誰も知らないからそれが普通だと思ってた。
This is his third appearance on this plane. Before this one, he was a monk. And they're asleep on the couch, he would say, yes, we have the body. And he would describe the person, what was wrong with them, how they could get better. And the communication he gave while asleep on the couch is called readings. You know, with Casey, it's names, dates, body parts, blood type, temperature. And you start saying, well, you know, how could he possibly have done this? で驚くのはエドワード・ケイシーは全く医学情報医学知識ないにもかかわらず催眠状態に入ると正確な医学用語を使う。そしてねエドワード・ケイシーのもとにやってくる方々というのはほとんどの人が当時の医学で治せなかった方々なんですよ。